私の初恋の相手、クラークが誤ってオフィスに閉じ込められた。その罰として、セラフィナは私を廃墟同然の冷凍倉庫に閉じ込め、反省させた。クラークが味わった苦しみを、その身で感じるがいい彼女の声は氷のように冷たかった。そうすれば、やっと己が過ちに気づくでしょう。彼女は重い扉をバタンと閉め、私に残されたのは水が入ったボール一つだけだった。彼女が知らなかったのは、この倉庫が全く廃墟ではないということ。彼女が去ると同時に電源が入り、冷凍ユニットが轟音とともに作動を始めた。極寒の暗闇の中で、私は激しく震え、助けを求めて叫び続け、喉は枯れ果て、血まみれの手形が必死の訴えのように扉と壁にべっとりとついていた。7日後、私の謝罪を待ちわびた彼女が扉を開けさせた。そこにあったのは完全に凍りついた遺体だった。長い一日の仕事を終え、セラフィナは時計を見た。もう3日経つわ。アレックスはまだ過ちを認めないの？彼女はつぶやいた。あの男はどうしようもなく頑固ね。初恋の相手、クラークがチキンスープの入ったボールを持って入ってきた。セラフィナ、もういいじゃないか。きっと悪気はなかったんだよ、彼は優しく言った。3日も経てば十分だ。クラークを見た瞬間、セラフィナの表情は和らんだ。あなたは優しすぎるのよ、クラーク。アレックスにあなたの同情心の半分でもあればいいのに。彼にそんなに怒らないで。ただ君を大切にしすぎるだけなんだ。彼の言葉に、セラフィナはスマホを取り出し、警備チームに電話した。アレックスは白状した？いいえ、ご婦人。中は完全な静寂です。もしよろしければ何か問題が起きてないか確認されませんか？何の問題があるっていうの？過ちを認めないなら、そのままにしておきなさい。彼女は電話を切り、細列に無関心な仮面を被った。傍らで、クラークの目にかすかな勝利の色が浮かぶのを隠せなかった。私の謝罪を待ち続けるがいい、セラフィナ。だって私はとっくに死んでいるから。私は3日前に死んだ。彼らが去った瞬間、あの廃墟同然の冷凍倉庫は轟音とともに作動を始めた。私は閉じ込められ、断熱壁に叫び声を飲み込まれた。最初は外の声が聞こえた。扉を叩き、出してくれと懇願したが、警備員たちは微動だにしなかった。社長のご命令で、ご主人様には反省していただくことになっております。どうかお手数をかけないでください。違う。お願いだ。冷凍庫が動いている。誰か助けて。しかし声は次第に遠ざかった。彼らは去っていった。最初は冷静を保ち、脱出の道を探そうとした。だが気温が急激に下がるにつれ、思考は鈍り、身体は生存本能に駆り立てられた。円を描くように走り回り、わずかなぬくもりを生み出そうとした。吐く息は冷気の中で湯気となった。やがて足は動かなくなり、走ることさえできなくなった。深く、感覚を麻痺させる寒さが骨髄まで浸透してきた。私は隅に崩れ落ち、体を丸め、残されたわずかな体温を守ろうとした。倉庫はかつて冷凍魚介を保管しており、商品はなくなっていたが金属棚は残っていた。それらを一つずつ引きずり、迫り来る霜に対して哀れな防壁のように積み上げた。無意味だった。自分が死ぬ運命にあると悟った瞬間、私の心は身体より先に凍りついた。初めて自身の遺体を目にしたとき、その衝撃は生々しかった。そこには私がいた。隅で分厚い霜に覆われ、瞳は静かで永遠の絶望に開いたまま。扉と壁には爪痕が無数に刻まれ、指先は血まみれで無残だった。近づこうとしたが、見えない力が私を引き離し、
いきなりセラフィナの真横に立たされた。彼女の冷たい拒絶を聞き、私はただ笑うしかなかった。セラフィナ、私は命で反省している。来世では二度と君に会わないことを願う。2、私はそこに立ち、静かな傍観者として、セラフィナとクラークが視線を交わすのを見つめた。クラークはスマホを見せた。セラフィナ、美術展のチケットを手に入れたんだ。明日一緒に行ってくれないか？もちろん。もう遅いから、そろそろ休んだ方がいいわ。しかしクラークは彼女の手を握りしめた。暗闇が怖いんだ。一緒にいてくれないか。ため息混じりに、セラフィナは立ち上がった。忘れていた。クラークは私の家に住んでいた。海外から戻ったその日、真っ先にセラフィナに電話した。長い間離れていたから町に不慣れだと言い、我が家に泊めてほしいと頼んだ。少子千番。彼はここで育った。5年海外にいただけで故郷がわからなくなる？私が反対すると、セラフィナは呆れたように言った。アレックス、彼の両親は町にいないの。一人暮らしがどれだけ危険かわかってる？わかっていた。結婚前、私は賃貸アパートで一人暮らしをしていた。当時、セラフィナは私に言った。アレックス、私たちは自重すべき。結婚前の同棲はしたくないその偽善ぶりには呆れた。セラフィナはクラークを主寝室へ案内した。私の寝室だ。クラークが来たとき、あの部屋の光がとても気に入ったと言い、そうしてセラフィナは彼に譲った。冷たく、彼女が彼をドアまで送るのを見つめた。クラークが去ろうとしたとき、稲妻が空を裂き、耳をつんざく雷鳴が轟いた。彼は金切り声を上げ、セラフィナの胸に飛び込んだ。彼女の体は一瞬硬直したが、クラークはさらに強く抱きしめた。セラフィナ、怖いよ。一緒にいてくれないか。彼女の手が一瞬彼の背中に触れ、優しくポンと叩いた。わかった。その瞬間、私は世界一の愚か者に思えた。私も雷が怖いから。一人暮らしをしていたある夜、大きな雷雨に見舞われた。停電し、恐怖に震え、暗闇は激しい閃光で引き裂かれた。慰めの言葉を求めて彼女に電話した。セラフィナは何と言った？いくつなの？まだ雷が怖いの？アレックス、男なの？私の気を引くための手はやめて。大人なんだから大人らしくしてよね。彼女は電話を切った。私は一晩中毛布に包まり、スマホのライトだけを頼りに、夜明けにようやく眠りについた。振り返れば、私は哀れだった。セラフィナは決して気にかけていなかった。いつも私たちの間には壁があった。私は苦笑した。幽霊になっても、雷の音は私を恐怖で震わせた。自分を抱きしめ、去りたいと思った。しかしここに縛られ、セラフィナがクラークを抱きしめ、慰めの言葉を囁くのを見させられた。クラークは彼女の腕の中で、肩越しに鋭い、勝利に満ちた視線を投げかけた。ため息が出た。セラフィナにとって、クラークは常に逃したもの、完璧な過去の亡霊なのだ。それに比べて私は何だ？首を振り、外を見た。死してもなお、恐怖は現実だった。幸い、1時間で雷雨は過ぎ去り、セラフィナは彼の部屋を去った。足音が遠ざかる中、クラークはほくそ笑み、独り言のようにつぶやいた。セラフィナ、君は永遠に僕のものだ。誰も君を奪えはしない。私は驚いた。いつまでも彼は彼女に執着している。それならなぜ最初に彼女を捨てた？そしてセラフィナもし彼を忘れられないなら、なぜ私と結婚した？ 3. 自室に戻ると、セラフィナは珍しいことをした。
スマホを開き、私の写真を見つめた。アレックス彼女はつぶやいた。反省してるといいわ。ただ謝って、ただ折れて、それで出してあげる。彼女の顔を見て笑いたくなった。折れる？謝罪？何に対して？私がクラークをオフィスに閉じ込めたわけじゃない。しかしセラフィナは私の言い分に一切耳を貸さない。完璧な被害者演技のクラークが私を責めないと言ったから彼女にとっては、それこそが私の罪の確かな証拠なのだ。彼女は私を冷凍庫に閉じ込め、殺した。それで今になって私に謝罪させたい？笑える。セラフィナは聡明な女性だ。大企業の CEO になるほど愚かではない。しかしクラークに関しては、彼女は耳も目も塞がれている。翌朝、警備員の一人が深く不安そうな表情で彼女に報告に来た。ご婦人、彼を出してやるべき時かもしれません。倉庫からは全く音が聞こえません。あのボール一杯の水では5日も持たないでしょう。セラフィナは一瞬躊躇したが、声を固くした。食べ物がなくても10日は平気よ。あれだけ頑固なら好きにさせておきなさい。どこまで耐えられるか見てみたい。ですが音が全くないんです。心配です。もし彼が。心配いらない彼女は遮った。アレックスは被害者面のプロだから。その一言で私の運命は決まった。警備員はそれ以上何も言わなかった。ちょうどその時、クラークが入ってきた。彼女の言葉を聞き、口元にかすかな笑みが浮かんだ。セラフィナ、もういいよ。何日も経つし、僕はもう完全に平気だ。ダメ。何時間もオフィスに閉じ込めたんだから、罰を受けるのは当然よ。クラークの笑みは深まったが、言葉には偽りの心配がにじんでいた。セラフィナ、行き過ぎじゃない？彼は君の夫だよ。彼は大げさにため息をついた。僕のせいなんだ。邪魔になって嫉妬させて。もう許してあげて。一言一言が完璧に計算されていた。表面上は私を擁護しているが、それぞれの分が私の棺に釘を打ち込んでいく。そしてセラフィナはそれをすべて信じ込んだ。クラーク、あなたはここはしすぎる。わかった。あなたのためにもう一度だけチャンスをやる。クラークの顔が硬直した。明らかに予想外の反応だった。どうしたの？セラフィナは彼の表情に気づいた。何でもない。ただ何日も中にいるんだ。医者を連れて行った方がいいんじゃないか。クラークが思慮深い？疑わしい。しかし一理ある。医者を連れて私の死を確認させる。後々面倒が少ない。真実を知る時が楽しみだ、セラフィナ。私が死んだと知った時の君の表情を見たい。4. 彼女は深く息を吸い、手をクラークの手に重ねた。彼があなたの半分でも思いやりがあればいいのに。セラフィナ、彼はまだ君の夫だ。彼女の目には葛藤の感情が渦巻いていた。私は嘲笑した。クラークと何かを争いたいとは思わない。おっと？その肩書きは笑い物だ。この反省茶番が起きなくても、私はとっくに離婚するつもりだった。もう終わりなのだ。セラフィナの顔は曇り、声は絶対的になった。もういい。彼を擁護しなくてよい。アレックスは口先だけの大げさな男よ。いつもここが痛いあれが痛いやってないばかり。もう見透かしたの。誰も彼のために嘆願しないで。謝罪しない限り出てきさせない。クラークはホットアンドの息をついたようだった。彼は静かに傍らに立った。私はただ呆然とした。それが君の本心か、セラフィナ。鋭い痛みが氷の破片のように私の胸を刺した。
しかし思い出した。私はもう死んでいる。すべてはどうでもよいことなのだ。ようやく私を閉じ込めてから7日後、セラフィナは私のことを思い出した。彼女は数人を連れて冷凍倉庫へ向かった。扉の警備員は震えていた。ご婦人。まだ折れない？ご婦人、はい。声をかけましたが反応がありません。音一つ一人が唾を飲み込んだ。ご主人様何か起きてないでしょうか？セラフィナは嘲笑した。何が起きるっていうの？大げさなだけよ。扉を開けなさい。直接謝罪するのを聞きたいから。クラークの唇に笑みが浮かんだ。警備員が重い扉のロックを外そうとした。扉が開くと、彼らは凍りつき、顔から血の気が引いた。背後からセラフィナの苛立った声が響いた。どうした？彼をここに連れてこい。ご婦人冷凍庫が作動していたようです。セラフィナが踏み出した。作動？言い訳して責任転嫁する気？彼女は入り口に着いた。氷点下の空気が渦巻き、魂までも凍りつくような寒さだった。彼女の顔が青ざめた。アレックス。冷凍庫を動かしたから許されると思うな。今すぐ出てこい。沈黙。周囲の人々は恐怖で顔を見合わせた。激怒したセラフィナは躊躇し、冷たい声で命じた。連れてこい。彼を私の前に連れてこい。数人の警備員が慎重に入った。金属棚の影にうずくまる凍りついた人影を見たとき、恐怖の息遣いが漏れた。ご主人様が凍死されています。